インディペンデントデュアルエクストルーダー式の、3D プリンターの研究をね、ちょっとしていたという話を、しました。で、ちょっとね、ごめんなさい。このカメラの裏側にですね、実はその 3D プリンターを置いていて、ちょっとね、こう、見せるのが難しいんですけれども、エクストルーダーが、こう Y 軸の上ですね。だから、左側と右側にあってですね、これがこう、動いてきてプリントして、戻って、これがこう動いてきてプリントして、まだ戻ってっていう、そういう、3D プリンターをね、ちょっと扱っています。で、これがですね、僕はね、ずっとシグマ型って呼んでいて、シグマっていう、シグマ D19 っていうね、プリンターがですね、BCN3D っていう確かメーカーだったと思うんですけど、4年ぐらい前からにですね、それが出てて、で、オープンソースでね、そのメーカーが作ってるんだけど、オープンソース、技術的にはオープンソースで、公開されていてですね、レプラップコミュニティジャパンのね、井口くんって子が、もう3年ぐらい前に早々に自作、そのソースを見ながら自作をしていてね、それをそのメーカーフェア東京で展示してたので、シグマ型って彼がずっと呼んでたので、僕もね、頭の中にシグマ型っていうのをインストールされて、いたんですけれども、これをね、ちょっと最近ずっと、テストをね、してるというところなんですよね。で、マルチマテリアルユニット配信をね、前回33時間、耐久配信みたいなことしたんですけれども、マルチマテリアルユニット、プルサのマルチマテリアルユニットはエクストルーダーが1個で、定点ですね、ノズル1点に対して、こうフィラメントを随時、切り替えて、また切り替えて、また切り替えてって、1個のオブジェクトを5色でね、作っていくっていう仕組みなんですけれども、それではなくてですね、僕はそのマルチマテリアルユニットでやりたいんだけど、まだやれてないっていうことがあって、それはその TPU とね、PETG の複合のヨーヨーを作るっていうことで、まだできてなくって、やろうと思ってるんですけど、できてなくって、で、TPU のね、その、リトラクトとかね、その、ツールのロードアンロードっていうのがちょっと癖があってですね、まだそこの研究ができてないんですけれども、それで、でもね、作りたいものは作りたいっていうことで、どうしようかなと思ってた矢先にですね、Amazon で、出てきたっていうのがその JG メーカーっていうね、JG メーカーアーティスト D っていう、タイプの 3D プリンターがちょうど出てきてですね、これをね、購入してちょっと研究をしていこうというところだったんですね。で、ご覧の通りですね、ちょっとカメラに近づけるとですね、2色ですね。こういう2色の交互の3D プリントができると。簡単にできるという触れ込みなんですが、とんでもないっていう感じですね。全然簡単にできません。その仕組み的にですね、1個のエクストルーダーを、その XZY の定点を指定しながらこうプリントしていく G コードを書くのが、マルチマテリアルユニットプルサの方なんですけど、シグマ型の2つのね、エクストルーダーの場合は、これをこう、1点をちゃんとそのポイントに座標を合わせる設定をしてあげないと、ものすごくずれるんですよ。すごく苦戦してましてですね、そのオフセット調整、ノズルのオフセット調整っていうのをするんですけど、それだけでね、1週間ぐらいかけてましたね。こういうね、感じの、エクストルーダーが2個ついてる、タイプのね、3D プリンターをちょっと僕の方でね、扱い始めたっていうか、その技術的なね、研究を始めたというところで、スライサーがね、クーラ、僕はクーラって読んでたんだけど、キュラって読む人もいるみたいですね。CURA、クーラですね。で、使うのが前提。あと、そのレイズ 3D っていう、とこが出してるですね、イデアメーカーっていうのかな、のスライサーを使うっていうのが前提っぽかったんですけど、とにかくね、この2つのスライサーが僕が慣れてないから使いづらくて、シンプリファイ 3D もしくはプルサスライサーで、このね、アーティスト D を、動かせるような、のをね、ガチャガチャやっていて、今日ですね、ちょうど、このね、今日ちょうどですね、プルサスライサーで、アーティスト D のね、これ、ちょっと画面見えてますでしょうかね。プルサスライサーの 2.3.2、3のバージョンですけれども、このね、2色のオブジェクトですね。こう赤の部分と青の部分はね、違う 3D データなんですけど、これを一つにまとめてね、3D プリント、するというやつですね。これですね。はい。で、ちょっと見てもらえればわかる通り、このようにね、赤のところは赤がやって、青のところは青がプリントしてというようなね、仕組みで、ここにね、フィラメントを2つ、
設置してですね、で、プリンターも、プルサー、マーク3とね、ミニを、使ってきたんですけど、まあ、それもやめてというかね、新しくプロファイルを作って、こんな感じでね、G コードをですね、ツールチェンジの G コードをこういうのって作んないといけないんですけど、これを入れてですね、このね、スタートとかね、温度の待機とかね、いろいろ、設定する G コードを入れて、こう、完成させたと。いうところでございます。ちょうどね、昨日今日で、これが完成して、テストデータをね、プリントして、今のね、データの受け側ですね、凸大側なんです。ちょっとね、まだ、うまくいってないんですけど、まあ、プルサスライサーもね、無事使えるようになったということで、ノートっていうね、サービスを使って僕、その 3D プリンターの使いこなしをちょっと貯めていこうかなと思っていて、そっちの方に随時、分かったこと、セッティング、それからそのオフセット調整のコツとかね、載せていこうと思っていて、使いこなしをですね。で、シンプリファイ 3D はもう、プロファイルできてるんで、プルサスライサーの方のプロファイルもね、そっちの方で公開して、すぐにね、使えるような形で、シェアしていきたいなというふうに思っております。